こんにちは、北野アリオーナです。今日は久々のお話動画です。今日のテーマは外国人の私の日本人化についてです。最近コメント欄で日本人化したねって言ってくれるコメントがちょこちょこあるのですが、私自身ロシアにいた時と大きく変わったと思うことがたくさんあるので、本当に日本人化してるのかお話ししたいと思います。特に私の中で大きく変化するきっかけをくれたのは日本の食事です。これは自分の人生を変えたと言ってもいいと思います。今日は日本の食事が人生を変えて私を日本人化させた理由についてお話ししたいと思います。それじゃ行きましょう。日本に住んで10年以上経ちます。気づけば私の中に日本人らしさがもう染み渡ってるように感じてるんですね。特に大きな変化を感じるのは食生活ですね。ロシアの食事は味が濃いです。特にお菓子は甘さが強く、日本に来る前は極甘のデザートが大好きでした。皆さんも外国のお菓子をお土産で食べたことありませんか？すごい甘いお菓子があると思うのですが、まさにあんな感じです。砂糖の塊を食べてるかのような感じですね。もちろん甘さ控えめのお菓子もあるのですが、日本に比べると間違いなく濃いです。というよりも日本の味付けが上品というか繊細なのですね。日本に初めて来た時はお菓子が甘くないことにびっくりしました。お菓子だけではなく、来たばかりの時は食事はかなり物足りなく感じていました。ところがですよ、そんな私が今では甘さ控えめの和菓子を好むようになりました。食事に関してもがっつり濃い味が好きだった私が今では素材の味を生かした料理を好むようになっています。あとだしの風味が五臓六腑に染み渡る瞬間を楽しめるようになったのですね。明らかに食事の好みが変わりました。体が変化したと思います。日本に住む時間が長くなるにつれて、体が日本の食文化に馴染んでいくんだと思います。そんな私の最近の楽しみは、日本各地を回って郷土料理を味わうことです。以前は和食に対するちょっと抵抗感があったのですが、今では納豆以外はほぼ全ての日本食を楽しめるようになりました。納豆はまだちょっと無理ですね。仕事や旅で訪れる土地の居酒屋に足を運び、その土地の郷土料理を味わうことが楽しみになってます。居酒屋は素晴らしいですね。定番の料理はもちろん、その土地の独特の料理も楽しむことができます。例えば日本の焼き鳥は最高の食べ物の一つですが、その焼き鳥も地域によって具材が異なります。さらに地元の料理に合う地酒を一緒に楽しむことで至福の時間を過ごすことができるのです。良い居酒屋に出会うだけでその日は素晴らしい思い出になります。嫌いなこととか疲れてる時とか美味しいものを食べればもう全部ぶっ飛びますね。日本のサラリーマンの方々って居酒屋好きじゃないんですか？そう、あの気持ちはなんとなくわかりますね。仕事終わりの一杯とか焼き鳥とかラーメンとか想像しただけでもうよだれが出てきました。なんていうか、それぐらい居酒屋が好きですね。最近一番感動したのは、この前旅動画にもしたのですが、福島県の居酒屋で食べた焼きナスに山椒をかけた料理です。あれはたまりませんでしたね。本当に美味しくて、家に帰ってからも自分で作って楽しんでいます。あと山椒も常備するようになりました。で、日本に来る前はナスが苦手でした。山椒はそもそも母国にはない調味料だったので、日本に来たばかりの時はなんか体が受け付けてませんでした。それなのに今は大好物ですから、もう本当に不思議ですね。それ以外にも馬刺しなどの生肉を食べるようになりました。
それはロシアにいた時は絶対に食べない料理です。そもそもロシアだと衛生的に安心できないので、お肉はレアやミディアムの焼き具合でも食べたことがなかったです。すごい危険なイメージがあったんですね。日本だと衛生的に綺麗だったり、管理がしっかりしているから、その環境のおかげで少しずつ生っぽいお肉も食べれるようになっていましたね。レアなお肉を食べることができるようになったことは本当に自分の人生を広げました。あとは焼き魚には、醤油と大根おろしが欠かせなくなりました。大根おろしがないともうやってられません。きっと日本での生活が私の味覚を変えてしまったのだと思います。そして食べ物に対する考えや精神的な部分も変わってきたのだと思います。いただきますとごちそうさまは私の人生を変えました。なぜかというと、私の故郷ではそのような挨拶がないからです。日本に来てからいただきますとごちそうさまっていう挨拶を毎日繰り返しています。そうすると自然と食べ物に対する大切さを実感するようになるんですね。ロシアにいた時もご飯を食べていたのですが、その時は容器についたお米粒を残していたし、それを気にすることはなかったです。食べ物に感謝する気持ちはあったと思うのですが、意識して行動はできていませんでした。ですが日本に来ていただきますとごちそうさまを言うようになってから、食べ物を大切にしなければならないという気持ちが強くなりました。お米も最後の一粒まで食べるように意識するようになりました。ロシアだったらご飯を食べるときいただきますやごちそうさまのように食べ物や食材を作ってくれた人に対して感謝の気持ちを挨拶することはないです。一緒に食事をしている人に対して挨拶はしますが、日本のいただきますとは違います。いただきますとごちそうさまの習慣が私を変えたと思う。なぜかというと毎日繰り返してますからね。挨拶って当たり前のことかもしれませんが、繰り返すことによって人間の意識や考え方は変わるのだと思います。実際に私はそうでした。で、ロシアの食事の前の挨拶はどういう挨拶かというとприятного аппетитаで、これ相手にとって良い食事をっていう、意味になるんですね。やっぱりいただきますとちょっと違いますね。これは自分の中で結構大きな変化だと思っています。去年のことなのですが、両親が日本に来た時にですね、私の食生活を見るわけですよ。そしたら私の食べる様子に非常に驚いていましたね。両親の記憶では昔は決して食べることがなかったものを私パクパク美味しそうに食べているからです。で、日本に来たばかりの私も今の私を見たら驚くに違いありません。それほど私は変わってしまったのです。これはですね、私はもう完全に日本人化しているに違いありません。きっとそのはず。ということを日本人の友人に話していたのですが、友人からはこう言われました。あれよな、それは日本人化というよりは親父化してるよ。最近親父っぽいよねって言われてしまいました。どうやらですね、私は日本人化というより親父化しているらしいですよ。自分自身結構この変化は気に入ってたんですが、私は親父っぽいらしいですね。最近コメントにも親父っぽいって結構書かれてるので、実際はそうなんだと思います。でもこれは褒め言葉だと思っているので割と嬉しいです。そう、日本人っぽいっていうより親父っぽいって言われる方がもう一段上のレベルの気がしますからね。そう、なんか飛び級みたいな感じで。これからも親父化を進めながら日本の生活を楽しみたいと思います。ということで今日は親父化した私のお話でした。みんなも美味しい食事を楽しんでください。私は日本人化しただと思うポイントはまだまだあると思いますが、それはちょっと話が長くなるので
また次回お話ししようかと思います。それではまたね。パカパカ。